はい、大志田の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月前半の星の動きとタロットリーディングを通して今のこの流れの中でどんな気づきがあるのかを見てみたいと思います。よろしくお願いします。意識がねちょっとでも広がると、今まで問題だと思っていたことが簡単に解決する策が見えたりとか、また自分のやりたいこともですねスーッと進んでいけるみたいな、そういったヒントになればいいなと思ってさせていただきます。よろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。はい、バンドのナイト、ソード7の逆、ソードの4、カップの4逆、カップナイト逆、そしてカップの9、バンドの9逆、はい、気をつけることや対策が運命の的、ペンタクルスの7逆、そしてオラクルはじゃん、フールの逆です。素晴らしいじゃないですか。ちょっと解説させていただきますが、まず4月の頭っていうのは大志田さんにとってはね、4月の20日からお誕生日迎える方もいらっしゃると思うんですけど、その前っていうのはなんだか自分って何なのとか今何が起こってるのみたいな、何か終えて新しい光を浴びていく前に何かを手放していくとか終えていくっていう方が多いので、なんだか分かんないけどモヤモヤするとか気持ちが揺れやすくなるっていう方が多いんですね、一般的には。ただ全体を通して言うと、この12星座全体の流れで言うと、この4月の前半から後半の4月全体っていうのはとっても勢いがあって、これまで迷っていたことっていうことをスコーンとこっちみたいな感じで決めて、そっちに進んでいきやすくなるという流れがあるんです。なので大志田さん自身がもともと何かを慎重にきちんと確認してから進めていきたいっていう思いがあるとしたら、とにかく一歩っていうものはなかなか行きにくいとしても、でもなんとなく自分の中でモヤモヤしていたことに関しては答えが出るとか、なんか自分の中を何かを手放していけるよみたいな感じがすごく出てます。で星で言うと、その4月の10日からね、火星というバイタリティっていうものがお羊座に入ることによって、大志田さんにとってはね、本当はその進むぞみたいなエネルギーなんですけど、大志田さんはあえてそれをグッと抑えて本当に慎重にみたいな感じでやっていくので、そこまでその何かが動いてるっていう感じはしないかもしれませんね。ただ3月31日から金星というね、社交的なエネルギーだったり、友情だったり、愛情だったり、お金だったり、美しさだったり、自分の価値というこの金星という惑星が3月31日から大志座に入っているので、大志座さんにとっては自分に優しくなるとか、自分に価値が見えてくるとか、自分に愛情があるみたいな、そういった流れになってきやすいんです。なので深いところでは自分の価値っていうものに光が当たり始めている。だけど一般的な社会の動きとか日常の動きとかでいくと、一体自分はどっちに向かっていくのかわからないみたいな、そういったジレンマみたいなものを感じる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれません。だけど本当に4月の中旬以降ですね、結構流れが速くなって、もう方向決まってそっち行きますからみたいな感じがあるので、この4月の前半っていうのはすごく大志田さんにとっては喜ばしいことがあるっていう感じがします。まずね、その喜ばしいことがある、何が嬉しいんでしょうかね。ちょっとカードで見ていきますが、やっぱり入り口がワンドのナイトということで、何か自分が超えていきたいとか飛んでいきたいとかやっていきたいことがある、行動に移していこうとして努力していることがあるっていう感じがします。今すぐじゃなくてもね、来年の今頃はこうしていたいからこうするんだみたいな思いとか、将来的にこの今努力していることっていうのは必ず役に立つはずだみたいな、そんな思いかもしれません。でもここに至るまでにやっぱり3月っていうのは結構なんて言うんだろう、結構物事が止まってるように感じた時間もあったのかもしれないなと思います。ここでやっぱり44っていうのが出ていて、しかもソードのようにカップのようなので、自分が動きたくてもそっちに行けない、とにかくなんだか止められてるかのような気がしたり、
それによってこう全体的な自分のモチベーションというものが保ちにくかったり、一番やっぱり障害となっていたのがはっきりしないことですね。はっきりしないことにどう対処すればいいのみたいな感じがあったりして、はっきりしないがゆえにこうあることないことを想像してしまったり、一番なんかもったいないのが自分のことを疑ってしまったりっていう感じがあったのかなと思うんですけれども、ここから素直に人の優しさを受け入れていくっていう感じがします。なんとなくですけど、例えばね、ここまでの間はなんか自分は否定されてる気がするとか拒否されてるような気がするって思っていたのが、いやちょっと待ってって、そのこと自体もしかして受け入れられてるってことなのかもみたいな、そういった何か気づきがあって、人の優しさを受け取っていくよっていうふうに出てるんですね。疑いたくなるのは自分であって、他者の行動は変わらないみたいな、他者の行動を自分がどう受け取るかっていうのをただ自分が疑って見てるだけなのかもしれないみたいな、もう一回信じてみようかなみたいな、そういった気持ちになるかもしれません。でそうなったらもうほんと早いって感じで、もういきなり逆転ホームランみたいな感じの喜ばしいことがあります。嬉しいことがあると思います。これはカップの9っていうのは本当にその喜び、どんな喜びがその中に入ってるんですかみたいな感じなんです。そしてこれは自分の想定外の喜びなので、想像した通りっていうよりも全然想像してなかったけど、でもそれでもめちゃくちゃハッピーみたいな、そんな感じなんですね。でこれはちょっとね、なんかなんていうのかな、宇宙のご褒美というか面白いドラマだなって感じがします。ここまで散々なんか疑ったり止めさせられてるような感じがしてたのに、いきなりこんななんか嬉しい、いやそうなんだみたいな、なんかでもその鍵となるのは、自分が素直にその今の状況での自分を認めることっていう感じがしました。そしたら喜びがその隙間からいっぱい入ってくるみたいな感じで、よかったとか嬉しいみたいなのがあるんです。もう一つやっぱここにも運命の扉が開くみたいな感じのカードが出ていて、その時が来ますよって言われてるんですね。これまでちょっと遅れていましたけど、でもその時が来ますと。でそれがすごく自分の喜びにつながるっていう感じがあるので、何かいいきっかけがあるんだろうなと思います。どんないいきっかけがあったのか、ありましたよっていう方はぜひコメントで教えてください。まだ4月の頭はないかもしれないけど、だんだんとね中旬に向けて出てくると思いますし、あとその後ですね、ここでやっぱり準備していくっていうカードが出てるので、その喜びがあって、やっぱりそうかとか、なんかこうしたいなって思いがあるからこそ、そこに向かっていく、さらに準備をしていくみたいな、そんな感じです。そしてやっぱり鍵となるのが、このね4月前半の鍵となるのがフールの逆位置なんですね。私から見るとフールっていうのは愚者という意味もあるんですけど、愚者という何も分かってないようなふりをして全てを分かっている人っていうのもあるし、何も保証はなくても絶対に大丈夫という自分の中の信念があるっていうことも言えるかもしれないし、とにかく今この4月の頭は大下さんにとってはこの先自分がどうなるかわからないなっていう感覚があるかもしれません、今は。だけどちょっと自分が素直になって今の目の前に開かれてる可能性にちょっと乗っかってみると、そこに安心感だったりとか、これでいいんだって思いだったり、自分はこれをやっていくんだっていうその準備をしていくっていうのが出てるんですね。なので恐れずにその先を見ていってほしいなっていうふうに思いました。本当にこの先ってなんかこの先道ないんじゃないって思っても、もしかしたらそこになんか本当にマジックカーペットが飛んできて乗っていけるかもしれないし、まるでマジックカーペットのようなねチャンスが来て救われるっていうこともあるかもしれないし、もしくは見えなかっただけでこんなにちゃんとした道があったのかみたいなこともあるかもしれないし、いくらでもこの先って自分自身次第で作っていけるんですよね。なんかそのきっかけの時っていう感じです。そしてね4月の後半になってくるとお誕生日の方も出てくるでしょうし、もっと現実を作っていくってエネルギーが強くなってきますので、前半はなんか意識の解放だったりとか、なんか意識的な気づきによってこう開かれる可能性があるなっていうふうに思いました。ちょっとこれまでモヤモヤしてた方は特にねそのコントラストが強いなって感じがします。ちょっとお仕事のこと見てみますね。仕事、ストレングス、カップ
エースワンドル2ということでいいですね。仕事はもう明るさしかないみたいな感じですね。自分の力をどのような状況であったとしても、どのような待遇であったとしても、とにかくその場に仕事として自分がなんか携わってる以上、その場に自分の愛を貢献するんだぐらいの感覚で行くと、ものすごく道が開かれます。そんなに辛い思いをしたりとか、なんか大変なことで行くっていうのではなく、喜びの中で自分が選択を与えられ進んでいくよっていうふうに出てるので、本当に自分の力をそこに注ぐ、もうそれでいいみたいな感じがします。まあね、お金とかもね関係してくるとは思いますけど、いや4月のね後半からどんどん活性してくるわけじゃないですか。お誕生日とともにね、いやここはやっぱり今は目いっぱい奉仕しましょうみたいな感じがあります。絶対それがいい風にいくだろうなと思うから、ちょっと人間関係見てみますね。人間関係かタワー、カップのナイトまた出ましたね。そしてカップのキングということで、やっぱりね優しさがたくさんあります。でもご自身がもしかしたらなんか間違って見ていた関係性っていうのがあるかもしれません。そこに気がつくよっていうふうに言われてます。なのでもしもですけど、誰かとの関係、取引先でも友達でもパートナーでも、なんか自分がびっくりするようなことを言われたりとかみたいなことがあったとしたら、それだけ何か関係性が今精査されている、整えさせられているっていう感じで思ってください。でその後カップのナイトにカップのキングということで、本当に今のお医者さんにぴったりの人たちが出てきます。その人たちと関わっていくっていう、そういう流れがある気がするので、自分が素直になるだけっていう感じがしました。そしてぜひお医者さんも自分の優しさを仕事でもすごく貢献してる感じですけども、他者に対しても自分の優しさを差し出すっていうふうにしてると、本当になんかすっきりといい関係続いていけるんだなって感じがしました。はい、いかがでしょうか。何か参考になったよという方はぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。はい、では最後にもう一枚オラクルカード引いてみますね。4月前半のお医者さんは、はい、このカードが出ました。皆さんもご自身の直感でメッセージ受け取ってくださいね。何かまだ隠された真実があるって感じですよね。まだ気づいていない何かがある。あくまでも氷山の一角が見えているということなので、やっぱりこの4月の頭っていうのは何かの気づきがあるかもしれない。でもそれによってちょっとでもその気づきがあったら、そこからブワーッと広がるっていう感じがあるので、きっかけがあるかもしれませんね。はい、ということでありがとうございました。ぜひ素敵な時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございます。失礼します。